はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年3月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。3月下旬は後半に面白そうなゲームが固まっている印象。まだまだ要チェックの新作が登場するのでチェックしてみてください。今週の金曜日からはスプリングセール。開催は日本時間3月17日の金曜日午前2時から24日の午前2時までの1週間。毎年恒例の季節セールイベント、多くの作品が割引となるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに、ポーションタイクーン。ポーション屋を営む経営シミュレーション。ファンタジー風の世界でポーションを作って瓶に詰め、売って利益を得る経営シミュレーションです。材料の運搬から製造、瓶詰めまでの工程に作業員を割り当て、様々な手法を使って成分を調合し、新しいポーションを作成していきます。ポーションには回復、召喚、透明化など多数の種類が存在し、やってくるお客さんが必要とするポーションを販売していきます。販売した利益で店を拡張し、新しい設備を導入して、新しい素材を集めるため世界中に探検隊を送り込み、独自のポーションブランドの確立を目指しましょう。魔法の国で一番のポーションビジネスを営む作品。ポーションタイクーンは2023年3月14日リリース予定日本語対応の作品です。バイオハザード RE4。2005年に発売されたバイオハザード4を原作としたリメイク作品。2019年に発売されたバイオハザード RE2。2020年に発売された RE3 に続く RE シリーズ3作目となる本作。主人公は未曾有の生物災害ラクーン事件を生き抜いたレオン・ S ・ケネディ。事件から6年が経ち、レオンはその能力を買われ、大統領直属のエージェントとなっていた。そんなある日、大統領令嬢が誘拐される事件が発生し、レオンは彼女の消息を追ってヨーロッパの乾村へと向かったが、そこで目にしたのは狂気に取り憑かれた村人たちだったという物語。最新の技術で表現されたビジュアルは、トレーラーを見ただけでも不気味で恐ろしく、没入感のあるゲームプレイが楽しめそうです。原作となるバイオハザード4の特徴であるアクション、シューティング、リソースマネジメント要素を融合させ、探索や謎解き要素をメインとした従来のシリーズから、アクション要素をメインとしたプレイスタイルを活かしながらも、直感的な操作と最新のグラフィック技術を用いて再構成されたストーリーによって蘇るサバイバルホラー体験を楽しめます。3月10日からはゲームの序盤が体験できるバイオハザード RE4 チェーンソーデモが配信されています。バイオハザード RE4 は2023年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。錬金術をテーマとした物語重視の RPG。空間島で日々を過ごすライザたちのもとに、突如近海に謎の群島が出現。カーク群島と名付けられたその島は、ライザたちの住む空間島に悪影響を及ぼしていることが判明。空間島を救うため、ライザたちは早速調査へ向かうといった物語。アトリエシリーズ最大級のフィールドでは、4つの地方の探索を進めることで物語は進行していきます。それぞれの地方は様々な特色でデザインされており、美しく彩られた景観を通しての冒険を楽しむことができます。また前作までに登場したキャラクターたちとの再会や、物語の鍵を担う新たな人物も登場するとのこと。ライザのアトリエ3終わりの錬金術師と秘密の鍵は、2023年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。ストーリーテラー。物語を組み立てるパズルアドベンチャー。ストーリーブックをテーマとした本作は、ページをめくり、何も書かれていない真っ白なキャンパスに、プレイヤー自身が命を吹き込み、物語を組み立てて作り上げていきます。漫画のような小回りされた複数のパネルに、舞台背景やキャラクターを当てはめ、与えられたお題をクリアしていくカジュアルなパズルゲーム。キャラクターをパネルに配置すると、物語を演じている様子がアニメーションで表現され、
別のキャラクターと入れ替えることで全く違ったストーリーが展開していきます。キャラクターは人間だけではなく、吸血鬼やドラゴンといったファンタジーキャラが登場し、パズルを組み替えることで愛情、怒り、喜び、悲しみ、恐怖など様々なテーマでストーリーテイリングすることができます。ストーリーテラーは2023年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。ミスター斉藤。ごく普通の会社員斉藤さんの物語。本作は前作のファンタジー RPG、楽園と世界観を共通した短編アドベンチャーです。普通のサラリーマン斉藤さんが、ある日不慮の事故で入院したことをきっかけに、見知らぬ未知の世界に足を踏み入れることになる物語。残業続きの孤独な毎日を送る斉藤さんは、いつしか生きる意味を見失っていた。そんな時事故に遭い病院にいたはずが、目覚めるとそこは見知らぬ世界。地面から首が生えた奇妙な生き物が人間のように生活し、さらには自分自身もそこで暮らす奇妙な生き物となっていた。彼はこの奇妙な世界で生活していく中で、様々な人々と出会い、生きる意味を見つけ、人生を変えるような体験が描かれます。体験版もありますが、日本語には対応していませんでした。ミスター斉藤は、2023年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。オグ&ザ・シークレット・フォレスト。ぽっちゃりオグが冒険するパズルアクションアドベンチャー。可愛いグラフィックで描かれた不思議な動物たちが暮らすファンタジー世界を舞台に、ちびっこカモノハシのオグが隠された秘密を解き明かす冒険に出る物語が展開。かっこいい冒険団に憧れるオグ。冒険棒と虫取り網を持って裏山を探検している最中に、黒い鳥と出会い、追いかけているうちに見知らぬ世界に足を踏み入れてしまいます。そんな中、未知の声によってこの世界を救う勇者だと告げられ上機嫌になったオグは、壊れかけたこの世界を救うため冒険に旅立つことに。ゲームはパズル要素をメインに、モンスターとの戦闘などもあるパズルアクション。虫取り網を武器に、そして様々な能力を持つ帽子を着せ替え、森、砂漠、遺跡のようなダンジョンなど、様々なエリアを冒険し、パズルを解き、この世界を救うために進んでいきます。可愛いぽっちゃりカモノハシが活躍するパズルアクションアドベンチャー。オグ&ザ・シークレット・フォレストは2023年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。主婦。激しい近接戦が展開する本格カンフーアクション。すでに2022年にエピックや家庭用ゲーム機でリリースされ、わずか3週間で100万本を売り上げ人気を誇る本作。幼い頃、家族、そしてカンフーの師である父が目の前で兄弟子たちによって殺されてしまう。自身も危険な状況であったが、不思議なお守りの加護によりギリ生きてた主人公は8年という年月をかけ鍛錬を重ね、父を殺した仇に挑むといった物語。戦闘は近接打撃に焦点を当てたシステムで、格闘ゲームのような上段下段での攻撃、防御やパリーや回避を駆使したカウンター、さらには赤量のような体感ゲージも存在し、上限になるとガードが破られるなどシビアな攻防が繰り広げられます。また本作にはカレーシステムというユニークな要素が盛り込まれており、不思議なお守りの加護により主人公は死ぬたびに年を取って蘇り、体力は衰えるが攻撃力は増していく。しかし復活できるのは70歳まで。次に死んでしまうと復活はできなくなるといったユニークなゲームシステムが特徴。再プレイでやり込み要素を意識した高難易度なカンフーアクション。主婦は2023年3月28日リリース予定日本語対応の作品です。さて、ザ・ラスト・オブ・アスパート1。2013年にプレイステーション3でリリースされ、数々の賞を受賞したサバイバルアクション、ザ・ラスト・オブ・アスのフルリメイク作品です。物語の舞台は寄生菌による感染症によって文明が崩壊した近未来のアメリカ合衆国。至る所で寄生菌に侵された感染者がうごめき、物資をめぐって生存者同士の争いが絶え間なく続く世界。そんな世界で運び屋を生りとするジョエルは、14歳の少女エリーを軍の検疫区域から連れ出す仕事を請け負うことになるが、その仕事はやがてアメリカを横断する過酷な旅へと発展していくことになる物語。極限状態の終末世界を旅するジョエルとエリー。
2人の旅は最新技術でよりリアルで迫力のある映像で表現され、海外ドラマを見ているような胸を熱くさせる展開が楽しめます。本作はシングルプレイヤーストーリー本編と、エリーとその親友ライリーの人生を大きく変えた出来事を描く追加エピソード、レフトビハインド残されたものも収録。ザ・ラスト・オブ・アスパート1は2023年3月29日リリース予定日本語対応の作品です。テラニーユ。生態系の復活を目指す自然育成ストラテジー。本作は生態系の再構築をテーマにした逆シティビルダー。通常の都市建築では自然を破壊しながら建物建築を行い、緑の大地がコンクリートジャングルへと化していきますが、本作は不毛な荒れ地を草木が生い茂り、様々な植物や動物が生息する生態系の楽園を取り戻すといった環境意識の高い作品です。環境に優しい高度なエコテクノロジー技術を駆使して、土壌を浄化して緑地帯を構築し、ミツバチを使った花畑やポンプを設置しての川を作り、そして焼き畑農法の要領で緑地帯を焼き払い、土の栄養を高め、その土地では森が生い茂り、自然環境が形成されていきます。うまくバランスが取れた緑地化が成功したら、全ての機器を解体撤去し、最後は宇宙船で飛び立ち緑化終了。何もなかった不毛な荒れ地が、緑を生い茂る美しい大地になっていく様子は、心が洗われるような気持ちになれます。体験版もありますが、日本語には対応しておりません。テラニールは2023年3月29日リリース予定日本語対応の作品です。虫が苦手な方は注意してください。スモールランド。小さな体で大きな世界を大冒険。小さな妖精のような小人となって、美しい大自然を小人目線で探索し、資源を集めて住居を建てたり、アイテムを生産しながら過酷な食物連鎖の中で生き残るオープンワールドサバイバルです。プレイヤーとなる小人のサイズはアリと同じぐらいで、食物連鎖の底辺に位置づけられ、一回りも二回りも大きなクモやハチといった敵対生物と戦っていくことになりますが、中には友好的な生物も存在し、バッタやトンボに乗って大自然を駆け回ったり、大空を飛んだり大冒険を楽しめるようです。また、クラフトや建築要素もあり、木の上にツリーハウスを建てて拠点とし、武器や防具をクラフトすることも可能。マルチプレイでは最大10人のプレイヤーをサポートしており、協力プレイや PVP を楽しむことができます。映像を見る限りかなり巨大な昆虫がリアルに描かれているので、私のように生理的に虫がダメな方にはちょっとっていう作品かもしれません。スモールランドは2023年3月29日リリース予定日本語対応の作品です。レイブンバウンド。神々の器として島を救うローグライトアクション。オープンワールドの探索とアクション性の高い戦闘、そしてデッキ構築システムを組み合わせたローグライトアクションです。スカンジナビアの民間伝承にインスパイアされたファンタジー世界アバルトを舞台に、プレイヤーは古代の神々が作り出した武器、レイブンである渡りガラスの器となって、神々の裏切り者から世界を救う物語が展開。ゲームは三人称視点のアクション、剣での攻撃や防御、ドッジロールでの回避を駆使して戦っていく戦闘システム。敵を倒し、魔法の断片を集めることでカードを入手。選んだカードに合わせて強くなっていく成長要素が特徴。しかし、カードを装備するにはマナが必要となり、カードの選択によってキャラクタービルドが変化していきます。また、プレイヤーは広大なフィールドを徒歩だけではなく、渡りガラスになって空を飛んで移動も可能。さらには器であるキャラクターは死んだらロストのパーマデスシステム。幾度の死を経験しながら広大な世界を探索していくことになるローグライトアクション。レイブンバウンドは2023年3月30日リリース予定日本語対応の作品です。ドレッジ。不穏な雰囲気が渦巻くフィッシングアドベンチャー。人里離れた群島ザ・マローズを舞台に、プレイヤーは小さなトロール船に乗った漁師となって大量の魚を求め群島を航海するアドベンチャーです。本作が他の釣りゲームと一線を画しているのは、トレーラーを見てもわかるようにこのダークな雰囲気と不気味なストーリー。クトゥルフ神話にインスパイアされた世界設定となっており、
謎に包まれた海域では夜になると正気を奪う霧が発生したり、島の所々に難破船が放置されていたりといったホラーテイストが大きな特徴。そういった海域で深淵の恐怖と対峙しながらも、様々な住民との交流や探索を通して、この海の謎に迫っていくことになります。ゲームは航海に出て釣り竿で魚を釣り上げたり、サルベージで埋蔵物を掘り起こし、漁獲物を売却して、船や装備をアップグレードし、大物や貴重な魚が生息する海域を目指していくことになり、物語が進むにつれ、より大きく危険な魚が現れたり、予期せぬ出来事が起こったりするようです。ドレッジは2023年3月31日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品紹介です。9 Years of the Shadow。繊細なビレードットで描かれた 2D メトロイドバニア。物語の舞台は9年もの長きにわたって深い闇に支配され、全ての生命や色が奪われてきた世界。プレイヤーは若き女戦士エウロパとなって、精霊のテディベアアピノと共に美しい色と希望を取り戻すため、闇の根源が存在すると言われるタルス城の真相を進んでいくことになります。ゲームは横スクロールのメトロイドバニアアクション。エウロパはハルバートを自在に操り、コンボや食べ攻撃などを駆使してのスタイリッシュな戦闘アクションが展開。相棒の精霊テディベアのアピノは、遠距離攻撃からエウロパを守ったり、タルス城の腐敗を浄化したりと活躍するようです。また本作にはエレメンタルアーマーと呼ばれるシステムが存在しており、各種属性の力を使いこなし、戦闘能力を高めることができるほか、エレメントの力を駆使して滝を泳いだり、地下トンネルをくぐったりと、メトロイドバニアらしい探索要素も楽しめます。9 Years of the Shadow は2023年3月28日リリース予定、日本語未対応の作品です。デスロードトーナメント。カーバトルとデッキ構築というユニークなレースゲーム。舞台は2056年分断されたアメリカ合衆国。プレイヤーは最も危険でクレイジーなエンターテインメントショー、デスロードの参加者となって、アメリカ西海岸から東海岸まで壮絶なレースでの優勝を目指します。ゲームはターンベースのデッキ構築ローグライク。保有カードを持ったドライバーと、それぞれスタートデッキの違うマシンを選んでレースはスタート。よくあるデッキ構築ローグライクのマップを進むシステムですが、他のスタート地点からライバルドライバーもスタートするので、誰よりも早くゴールを目指します。マップの道中では襲い来る敵と戦い、倒した敵の車からパーツカードを分取り、自分の車のカスタマイズが可能。ゲームを進めていくことで強力な武器や様々な車、そしてキャラクターがアンロックされるので、やり込みが山ありそうです。いつか出会うライバルたちとの争いに備えて、最強のマシン構築を目指していくユニークなカーバトルデッキ構築。デスロードトーナメントは2023年3月28日リリース予定、日本語未対応の作品です。テインテッドグレイル・ザ・ホール・オブ・アバロン。アーサー王伝説を描くオープンワールド RPG。本作の制作はボードゲーム版 This of Mine の開発を手掛け評価を得たボードゲームメーカーの作品とのことで、本作も2019年に発売されたボードゲームテインテッドグレイルをベースにした作品です。物語はアーサー王伝説をモチーフに謎の疫病から世界を救う英雄の旅が描かれます。アーサー王が最後を迎えたとされるアバロン島を舞台にダークファンタジーテイストな物語が展開。ゲームは一人称視点のオープンワールド RPG。戦闘は戦略とタイミングの要素を組み合わせたシステムで、攻撃と防御のタイミングをうまく合わせ、ダメージを受けないように戦っていく緊張感のある戦闘が繰り広げられます。また広大なオープンワールドには隠された場所や宝物がたくさんあり、どれらを見つける探索要素も特徴。ダークでミステリアスな世界を舞台に、戦闘と探索に重点を置いたロールプレイを楽しめます。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。テインテッドグレイル・ザ・ホール・オブ・アバロンは2023年3月31日リリース予定、日本語未対応の作品です。プラズマ。ロボやマシンを作るものづくりサンドボックス。自由度の高いオリジナルメカを作れる本作は、プログラミングツールを使ってマシンの動作を細かく設定することができるエンジニア的要素に重点を置いた作品です。本作の特徴は数百種類のパーツを組み合わせて様々なものを作り上げ、
出来上がったマシンをプログラミングして動かすことが可能。プログラミングといっても専門言語を入力するものではなく、制御したい動作を線で繋いでいくシンプルなものとなっており、プログラミングがわからない方でも直感的な操作で望んだものを作り上げやすいデザインになっています。また制作した世界やマシンは Steam ワークショップで共有することもできるとのこと。プラズマは2023年3月31日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2023年3月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？今週の金曜日からはスプリングセール。開催は日本時間3月17日の金曜日午前2時から24日の午前2時までの1週間。毎年恒例の季節セールイベント、多くの作品が割引となるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。